はい、こちらは朝の 10am でございます。これからね、昨日見事プレイヤーオブザイヤーに輝いたパンクと練習させてもらうということで、こちらの部屋に来ております。Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Hello, Tokido. Hi. Congratulations for yesterday. Congratulations, you also Hall of Fame. Thank you. Yes, you deserve that. Oh, thanks, man. And you will play off and the Capcom Cup. Yes. How do you feel? Do you have a confidence of both? Yes, I feel very good. I'm very happy finally to play Capcom Cup, like different area. So I'm happy to play in Japan this year. Yes, every year in US. California. Yeah. So I think that's very fun to play in front of the Japanese crowd. And Street Fighter League, I just really want to win. This year is like my main goal this year after winning EVO. Yeah, so I want to win that more than Capcom Cup because I feel like it's cool to win with my friends finally. So yeah, Street Fighter League, I really want to win that. So I prepare so much for it. Yes, and Mena, now he came to Japan again. 2 times. Yeah, he's ready too. Yes, I think so. Yeah. But he has to get through a lot of teams. So yes, he need to win 3 times. Yes, he has to beat Cloud9 first and then Fighting Spirit. So it's very, very tough, I think. Okay, it's gonna be very tough match. Yes. Okay, good luck. Thank you. はいどうも、本日日曜日ですが全く何もしなかったため、そういう時のためにね、こうやって外へ行ってご飯を食べるということで、取れ高を稼ごうと思っております。僕と共に日本から、やってきたこの方と一緒にご飯来ていただいておりますのでよろしくお願いいたします。早尾さん、お願いします。よろしくお願いします。林隆二です。よろしくお願いします。なるほど。本名全然大丈夫です。ということで取れ高要員として助立ちに助立ちに来ました。いやでも昨日すごかったですね。すごかったですね。4個もらってましたもんね。4個ですね。5カテゴリーにノミネートしていただいて4つ受賞でしたね。来たのはデニーズです。アメリカの、デニーズは日本のデニーズとはちょっと違いましてですね、まあアメリカンブレックファーストだよね、いわゆる。何にしようかな。全体的にパンチ効いてるメニューが多いですね。そうっすね、やっぱそのカロリーとかでいうとかなりのもんじゃないかなと。ここら辺いいんじゃない？パンケーキスラム、ここら辺にしようかな。さあこちらアメリカンブレックファーストをこの時間になってしまいましたが、はよさんはチキンを。はい。やっぱヘルシーな。なんか糖質をだいぶ制限してるっていう風に。まあそこまでは制限してないんですけど、まあちょっと気にはしてて、でまあこういうレストランとか行った時もご飯まあ別にそんななくてもいいかなっていう感じの時は多いんで、じゃあいただきます。あったかい。あとこれ、ね、多分小麦じゃなくて五穀米的な感じです。ちょっとヘルシーな、パンケーキでハッシュドブレッドもね、これぞアメリカンって感じのカリカリなポテト。いやでも今回本当に注目度高かったっすね。ジャスティンは全部早尾さんじゃないかっていう風に言ってましたね。光栄でございます。配信で、多分俺見てたと思うんですけど、やっぱやってんなってやってんな。そうもう20年ぐらい前ですよね多分。まあそうですね。サード始めたのがもう稼働当初なんで20もっと経ってますよね。そう24、5年じゃないですか。で20年前にはもうその関東の方には名前轟いてたと思うんで、すごいっすね。8ギガスのあいつはやってくるっていうことで、僕多分その時って全然関東とかに行かない、まあ、今もそうなんですけど、自分から強いやつがいる、そこのゲーセンに行きたいとか全国大会出たいっていう欲がもともとそんなにないんで、一番インパクトに残ったのは2人は
プリキャラはいの時、あれってどんぐらいですか？ 2005 年2005年なんで、あ、いやちょうど20年前だ。そうです。だから早尾さん21歳の時ですね。すごい格好してましたよね、あれ。そうですね。でもあれあの服着るってなった経緯がもう前日とかですね。今回の衣装も結構いい感じって決まってましたよね、あれユニフォームなの？あれはユニフォームですね。今イモータルっていうゲームチームに所属してるんですけども、今僕含めて4人かな、はい、4人ともああいう感じの服装ですね。柄はなんかみんな好みでちょっと違うんですけど、ベースは一緒ですね。あれ他の方も格闘ゲームのプレイヤーなんですか？そうですね。みんな僕より格闘ゲーム真面目にやってます真面目に取り組んでます。多分僕が一番全プロゲーマーチームの中で一番不真面目だと思うんですよ本当に。まあでもやろうとしてることはやっぱずっとあれですよね、一貫してますよね。まあ一番が、まあ、楽しむためにやってるなんで、だからそれがプロになっても別にそのスタンスは変わらないし、そのスタンスが崩れるプロチームとの契約とかだったら、いやなんか面白くなさそうだし窮屈だからいいですってなると思います。なるほど、まあでもそれがゆえのあのプレーでそこに惹かれる人はまあ世界でもやっぱ多いでしょう。ありがとうございます。なんかのびのびやらせてもらってますなんか日本以外でサードこの国熱量高いなと思った国ってどこら辺があったりします？アメリカもまあそうなんですけど、僕はやっぱりフランスは熱量高いなって思いますね。でまた強いんですよ。強くなってるんですよ。十何年前とかってやっぱ日本が一番強いみたいな、その頃に海外にちょっと遠征行って大会行ってもまあ大体優勝して、まあみんな頑張ってるけど、まあ日本勢とはまあ1段2段落ちるなみたいな感じだったんですけど、今もう全然負けれます。サードはもう全然やられますね。今度のエボ J でクーペあるじゃないですか。はい。もうチームって決まってるんですか？決まってます。まあみんななんかもうずっと現役でやってる人ってやっぱ少ないじゃないですか。みんなその大会の前にちょっとその鳴らしておくかみたいな感があるっていうふうにクーペは聞いてます。まあ、そういう人もいるし、まあ、今このニュートン大山でやってる人なんかはあんまり大会クーペとか関係なくやってますね。で大山は月に1回サードマニアックスっていう 3on3 の大会やってるんですけど、結構それに向けて毎回やってるというか、参加してるメンバーもなんかずっとクーペで見る人ばっかりだなみたいな、そんな感じなんで。やっぱ現役勢がもう全然強いですか？強いっすね。なるほどよね。僕久しぶりに会うじゃないですか、そういうイベントで、みんなねすごく優しくなったなっていう。やっぱりみんな本当にいい感じで年を取られたなとそうですね思いますわ。なんか僕純粋に応援してくれる方が多いです、やっぱ僕が現役でやってた頃って、もうみんな、ね、20歳とかそこら辺で、まあ、結構、なんか僕らも調子乗ってたんで、結構その怖いイメージで、もう今はやっぱりあれから20年も経って。そうですね。皆さんあんまりイメージ湧かないと思うんですけど、僕たちがゲームセンターでバリバリやってた時って、まあ、ちょっと言葉悪いかもしれないけど、自分よりそんな上手くない人を認めないっていう感じは結構あったんですよ。それもあってなんか話しかけづらいっていうのは結構ね、人によってすごい感じてたんです。なんなら別に負けても全然認めなかったですね。そうですね。いやこいつの戦い方マジで全然うまいへんわ、絶対認めないみたいなありましたか？今日は噛み合っちゃったなみたいな。そう認めないですね。まあ今はもう昔も楽しみながらプレイするっていうのが基本ベースにあるんですけど、多分ゲームセンターで当時やってた時の方がもうちょっとこうギラついてた感が今思えばあるなって。それは絶対ですよね。やっぱ遠征とか行った時はかなり負けたくないなと思いましたもんね。サードだと僕ね、ハイタニーと対戦した時、天満ラスベガスにお邪魔した時があったんですけど、まあ、全然勝てなくて、それでもやっぱ話しかけなかったですもん。負けたらね、なんか
ムカつくんですよ、単純に。もうでもその言うて弱キャラ使ってるじゃないですか。まあそうですね。そことのバランスっていうか、やっぱその強いキャラ使ったら、まあ、もうちょっと簡単に勝てたりすると思うんですけど、はい、ここら辺はどういう思いですか？そこはやっぱり楽しみたいっていう思いですよね。自分が使いたいと思ったキャラで遊びたいで、それって格闘ゲームじゃなくてゲームとしてって言うじゃないですか。このゲーム面白そう、このキャラクター面白そうで遊んでるから、だから勝ちたいっていう目的に変わったら、それはなんか自分の中ではゲームを楽しんでる枠からちょっと外れちゃうんですよ、それだったら別のゲームでいいかな。なるほど。ずっとヒューゴっすもんね。そうですね、面白いっすよ、あのキャラ。辛いけど面白いっすよ。いや、やっぱりヒューゴ使いはね、サードに関して言えば、やっぱ最初から最後までヒューゴ使いのイメージありますよ。確かにそうですね、変わるっていう人があんまりいないんじゃないかな。面白いんだろうな。早尾さんといえばやはりまあギガスね、ヒューゴなんですが、この他にもですね、やはりね、格ゲーモノマネ、こちらの方についてですね、ちょっといろいろ聞いていければなと思います。先ほど聞いたら、もうとんでもない数やられてるんですよ。僕も把握できてないところが全然あって、さっき聞いてびっくりしたんですが、何点ぐらい今作品が？おそらく100はもう優に100はあると思います。ものまね、まあ格ゲーにね限らず今作っているということなんですが、おすすめ3点というか、自分のお気に入り3点ということで、はい、ぜひねご紹介していただければと思うんですが、結構ね、そのお気に入りにする要素って、まあ、再現度もそうなんですけど、再現するまでに回数が少なかったりとか、バシッと決まったやつとか、あとちょっとこだわったやつとか、まあ、その辺が結構自分の中ではポイント高くて、まあ、そういう面でまずは1点、ストリートファイター 03 よりナッシュのサマーソルトシェル、鳥尾さんこちらです。おおあ、本当だてか手もこんな感じになってんだ。そうなんです。これはね、確か 1,2 回のリテイクです。これ撮る瞬間にこのポーズで静止するわけですよね。そうです。これきつそうだな。これがちょっとでも動いている最中に撮ってたら残像でブレちゃうんですね。できるだけ止まった時に合わせて。なるほどなるほど。大体撮る時ってセルフタイマー10秒で撮るんですけどいやこれでも残像つけたら本当そっくりっすよ。ありがとうございますっていうのがまずお気に入りって。例えばヒューゴーのもあったりするんですか？ヒューゴはね、ないっすね。ないんだ。ヒューゴはないんですよ、これが。それはなんでそうなってるかとかって、自分の中でインパクトのある技のモーションがヒューゴにはまずそんなにないのと、再現しようとしたら怪我するだろうなみたいな、ちょっとね、格ゲーとは離れちゃうかもしれないですけど、まあ、ある意味格ゲーかもしれないもので、ちょっとお気に入りを出してきます。お願いします。はい、スーパーマッスルボマーよりアストロのデススパイラル、こちらです。すごっこれ靴履いてますよね、手に。これはね、手にオーラですね。あ、これオーラなんだ。なんか靴っぽいのが見えるな。そう、オーラを再現するためにゴム手袋を。あ、なるほど。でもこれこの姿勢で静止って無理じゃないですか？いけますよ。マジでこれ静止してるんですか？ちょっと静止してます。ちょっとまあ確かにちょっとだけ若干ブレてるんですけど、まあ僕この姿勢は割と止まれるんで。マジっすか？割と止まれるんで。止まれるのこれまあでもあんだけね、壇上での開脚とか見せられると、確かにこの身体能力半端ないから、これ大変だったんじゃないですか、中でも。そうでもないですか？そうでもないですね。まあ10回リテイクしたぐらいですね。やっぱリテイクはあれですか、没画像はちょっと残像残っちゃったりとか。そうですね、上げてる途中とか、なるほど、セルフタイマーとタイミングが合わなくてみたいな。これ系は1回1回確認するとめんどくさいんで、5回ぐらい連続でやって後で確認するっていうそういうタイプです。いろいろ撮影法もあるんですね。そうです。次は
まあ、新しめっすね、投稿としては。どっちかというとアイデア賞寄りのおう。ガローマーク・オブ・ザ・ウルフよりテリーのバスターウルフ。今ね。これです。おう。この服のそうなるほど。なるほどね。再現のポイントは絶対に服の後ろのなびきなんですよ。足の角度とか手はもう再現しようと思ったらパッとできるんですけど、それだけでは絶対にバスターウルフとは呼べないんで、この背中のジャケットのなびきってこそのバスターウルフだと思ったんで、ここに挟むっていうのを。そう、最初はガムテープで壁にひっつけたりしていいろいろやってたんですけど、なんか微妙に納得のいかない形だったんで。で、元からこれやるときはなびき重要だよねって思って撮ろうとしたんですか？そうです。なるほど。そこができないんだったら墓地です。じゃあバスターウルフじゃないって思ってるんで。ちなみにこれはセルフタイマーあらかじめ挟んでおいて、セルフタイマーつけて、いい感じの角度に自分がこうやって滑っていってるんですよ。でもこれセルフタイマーあらかじめ挟んででも服もあらかじめ挟んでるんですか？挟んでます。でセルフタイマーやって、気に行くんですか？ Bluetooth でリモコンで遠隔操作でなるほどなるほど。持ってるんですよ。じゃあこの状態で、セルフタイマー10秒後ねっていう風にスイッチをしていい感じにポーズをとって、多分ねこの手にリモコン握ってると思います。なるほどね。パチってやったらまた先生の作品は、ツイッターで、でも感想聞きたかったら、私の配信とかコメントしていただいたら答えますので、よろしくお願いいたします。なんか視聴者の方にメッセージみたいなのいただけたりしますね。はい。じゃあ、皆さんね、時野さんの配信見られてるっていうことは、アクティブでやってるゲームとかストリートファイター6が多いのかなと思うんですけども、僕はサードなんですけど、面白いと思ってるサードがおもんなってなる瞬間はきっと来るんですよ。その時は、無理にやらなくても別にいいと思ってて、一瞬やめてまたやりたくなったらやればいいと思ってるんで、変にやらなきゃみたいな、別に僕はあんまり気にしなく、そのゲームが楽しめるようにご自身でいろいろ取り組んでいただけたらなと思います。ゲームが面白くなくなるっていうのが一番悲しいことなんで、そこは自分のなんかに従っていろいろやっていただければいいんじゃないかなと思います。深いメッセージをいただきました。はよさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ほぼね、何もしなかった一日。パンクとは対戦できましたし、あと、はやおさんとご飯に行けて、非常に面白いお話を聞けたのが、今日の収穫じゃないでしょうか。ホテルのね、近くから、ちょっとね、外に出たぐらいなんですが、今日も一日、終了でございます。そんな感じで、今日は一日、ありがとうございました。それでは、また、ロスの4日目でした。